こんにちは、琥珀です。今回はミャクミャクと初音ミクをミックスしたミャクミクを作りました。では動画のメニューはこちらです。1、ミャクミクについて、作ろうと思ったきっかけや参考にしたイラストについて話します。2、初音ミクについて、お恥ずかしい話ですが、実は私ミクのことをよく知らなくて、今回調べてみた感想を話します。3、ミャクミャクについて、全然興味はなかったのですが、今回作品を作るにあたって調べてみたので、その話とグッズの話です。4、作った感想と反省。この動画では制作の様子をバックに他愛のない話をしています。ラジオ感覚でお楽しみいただけたら幸いです。ミャクミクについて、関西大阪万博のキャラクターミャクミャクと初音ミクをミックスして誕生したのがミャクミクだそうで、誰が発案者なのか調べてみたのですが把握できませんでした。X でミャクミクと検索するとたくさんのイラストが上がってきます。その中でおそらくミツバチさんという方が初めに描かれたのではないかと推測しています。私がミャクミクを知ったのはイラストレーターの竹内涼介さんがこちらのイラストをポストしていました。カジュアルな服装に身を包むミクが新鮮で一目惚れしました。私は妄想が好きで、この絵を見ていろいろ妄想が膨らみました。このシーンは女の子が待ち合わせ場所にミャクミャクを取り入れたヘアスタイルをしていった感じですよね。で、待ち合わせの相手にどうかなと照れている様子だと初めは思いました。しかし足元を見てください。足にミャクミャクが絡みついています。ということは万博帰りでミャクミャクがついてきたのかなと思いました。ミャクミャクいじりはここまでにして、竹内涼介さんを少し紹介させてください。竹内涼介さんはコミックやアニメ、ゲームのキャラクターと現代日本と融合させたファンアートなどで SNS を中心に活動されています。ポストを見ていただくと分かりますが、人気のキャラクターが東京や大阪の街で遊んでいたり観光していたりする様子が描かれています。自分が行ったことのある場所が描かれていると嬉しさが倍になります。ぜひチェックしてみてください。初音ミクについて。初音ミクについてはきっと皆さんの方が詳しいと思うので、私が語る必要はないと思いますが、少し話させてください。動画の冒頭でも言いましたが、私は初音ミクのことをよく知りませんでした。知っていることといえば、キャラクターの顔とスタイル、声、そしてボカロであるということぐらいです。さすがに作品を作るにあたって何も知らないままではいけないと思い、軽く調べてみることにしました。ネットの情報でも良かったのですが、せっかくなので今回はこちらの本を読んでみました。初音ミクはなぜ世界を変えたのか。読んだことありますか？この本には初音ミクがどうやって生まれたのかから音楽の未来まで書かれています。読み始めは60年代のアメリカヒッピー文化から始まります。まさか初音ミクを知るのにこんなに遡るとはと驚きでしたが、読んでみると納得でした。初音ミクはただの萌えキャラじゃない尊い歴史がありました。今半分ちょっとのところまで読んでもうお腹いっぱいです。私はボカロや初音ミクに馴染みがないなと思ってたんですけど、そういえば
私は必ずカラオケで千本桜を歌うんですけど、これ初音ミクでした。忘れてました。ボカロは実は身近に根付いていて、例えば酔いどれ知らず、神っぽいな、強風オールバックなど好きな曲がボカロだったと今気づきました。歌ってみたバージョンばっかり聴いていて、元のボカロ曲を聴いていなかったので今まで気づかなかったのかもしれません。今回初音ミクを知れたことは私にとって新しい世界の扉を少し開けたような感じでした。ミャクミャクについて、ミャクミクを作っておきながらミクだけでなくミャクミャクのことも知れないので調べてみました。ミャクミクのことは関西大阪万博の公式ホームページを見たらちゃんと記されていました。そのままご紹介しますね。細胞と水が一つになったことで生まれた不思議な生き物、その正体は不明。赤い部分は細胞で分かれたり増えたりする。青い部分は清い水で流れるように形を変えることができる。なりたい自分を探していろんな形に姿を変えているようで、人間を真似た姿が今の姿。ただし姿を変えすぎて元の形を忘れてしまうことがある。外に出て太陽の光を浴びることが元気の源。雨の日も大好きで雨を体に取り込むことができる。まず気になったのがこの部分です。なりたい自分を探していろんな形に姿を変えているようで、人間を真似た姿が今の姿。なりたい自分を探してって細胞と水でできている割には人間らしくって若干怖さを感じました。ところで皆さんは万博に行きましたか？私は行ってないです。割と会場の近くに住んでいるのですが、体調が悪いのと人混みが苦手なので行かないです。いろんな YouTuber さんが公開している万博紹介動画を見て満足しています。私が万博関連で気になっているのはグッズです。皆さんフィギュア気になりませんか？ということでオンライン公式サイトをチェックしました。超合金 RX78F00E ガンダム、ミャクミャクの稼働フィギュアなど並んでいて、私が気になっているのはこちらです。エクスポ2025ミャクミャククリアフィギュアレッドブルー 14,300 円税込み。高い。環境に配慮したバイオマスプラスチック製のフィギュアだそうです。ガラスのように見えますね。プラスチック製なので軽いのでしょうか。ツヤツヤしている様はまるで水信玄餅のようですね。私はふざけた人間でして面白好きで、そんな私の心をくすぐるグッズを見つけました。サンリオ×ミャクミャク、これが意外な展開になってたんですよね。キティちゃんとかはこんなものかという感じですが、ハンギョドンはなかなかです。ハンギョドンの顔の周りに魚卵がついているように見えてしまうという、なんとも可愛い状態になっています。そして見つけてしまいました。最高のコラボ、ムック×ミャクミャク、それがこちらです。ミャクミャクの弟かと思うくらいしっくりきてるんですよね。わがままなボディなのがかわいい。このコラボを発見できて幸せでした。ではそろそろ今回作った作品について少し話させてください。竹内涼介さんのイラストを少し変えて作りました。前から風を受けてシャツがなびいているように表現してみました。イラストではバッグを持っていますが、バッグにミャクミャクのチャームがついていて絶
対作れないと判断してバッグ自体の記憶を消去しました。造形で楽しかったのは靴と髪の毛です。靴紐が細かくて途中投げ出しそうになりました。なんとか諦めずに全ての穴に紐が通った状態にしました。この時の達成感は最高でした。髪の毛は団子が連なった形をしています。団子のサイズ感や髪の毛の羽をどうするのか考えながら作るのが楽しかったです。実はネックレスも目玉になっていて、これを一個一個作りました。サフを吹いた時に気づいたのですが、表面がデコボコしていて、汚いなと。正しい作り方だと表面をヤスリがけするのだと思います。以前挑戦して、うまくできなかったので、ずっとヤスリがけをしないできたのですが、やっぱり、今回汚さが目立っているなと思いました。次はやってみようかと思います。前回いただいたコメントで目についてご感想をいただきました。その反省から今回は目に力を入れてみました。力がもう逆に入りすぎて描きすぎた気がしています。いや難しい。まずはこの世紀末の筆を新調しようと思います。たくさん反省してまた次につなげたいと思います。そろそろ作品が完成します。完成品はこちらです。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。